どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回ですね、インスタ360から Go ウルトラがね、出ました。レビューしています。はい、こちらでね、撮っていますので、今回長野県松本市でオープニングを撮っていますので、今回このカメラについてしっかりとね、徹底的にレビューしていきたいと思います。はい、ということでですね、皆さんオープニングの映像いかがだったでしょうか。今回はですね、じゃん、こちらのインスタ360 Go ウルトラをですね、ちょっと皆さんに登場したということでご紹介できればなというふうに思っております。いやー、インスタ360の開発頻度はすごいですよね。もう去年ね、このインスタ360 Go 3S を、レビューしたばかりですよ。1年の間でね、また新作が出て、結構ね、サイズ感は大きくなって、で、画質もね、4K60 フレームにね、対応したというところで、もっともっと新機能はね、あるのですが、相変わらず進化がね、すごく凄まじくね、行われているというところで、今回ねこの Go ウルトラについてね、ご紹介できればなと思っております。じゃあまずそもそもねこの Go シリーズどういったね位置づけであるかというところになってくるんですけど、もうこの Go ウルトラね、5代目ですもう 5世代目になるんですけど、特徴としては、こういった感じでここのねロックボタンを押してあげると、はい、こんな感じでカメラ部分をね取り外すことができるアクションカメラになっています。なのでこれをねここにつけたりとか、これだけでね撮影に行ったりとか、これをマウントさせたりとか、あとはこれマグネット式なんでね、いろんなところにつけたりとかで撮影を楽しむことができると。でここで、はい、充電をしたりとか、ここでね画面を確認したりとかね、そういったこう取り外しができるようなものになっています。でパッと見わかると思うんですが、今回ね結構ボリュームは増してます。はい、こんな感じでちょっとね大きくはなってて、大きさで言うとこんな感じですね。 Go3S からウルトラの方が大きくて Ace Pro 2の方が大きいというような形になってます。でこれだけねサイズアップしてるんですけれども、ここのね、これ自体のサイズですね。はい、カメラ自体の重さは 53g というね、ちょっとめっちゃ軽いような形になってます。はい、3S と比べてもね、若干重たいんですけど、でもかなりね軽くて、そんなにね全然苦にならないねサイズ感にはなっています。でこの Go シリーズっていうのは競合メーカーがねないんですよそもそもこんなねカメラを作ってる他のメーカーがいないから、結構ねインスタ360さんの結構独自のねカテゴリーというところになってますので、結構ね待望だった方も多いんじゃないかなといったところですよね。ということでそれではですね、もう早速ねこの Go3S とねどういう風に変わったのか、何が進化したっていうのをねもうざっと一緒に見ていきましょう。まず大前提で、この Go ウルトラっていうのは Go3S の後継機っていうわけではないと思います。どちらかというともう新しいプロライン向けというか、もう新しいねちょっと上位モデルとして作られていると。だから Go3S が型落ちとかではないし、なんかこっちが買いモデルとかではなくて、結構用途によって変わってくるのかなと、そんな印象があります。でまず大きな進化ポイントとしては、センサーサイズが大型化しました。この Go3S が 2.3 分の1型センサーだったのに対して、こっちの Go ウルトラはなんと 1.28 分の1型センサーになったんですね。これセンサーの面積で比べると約 2.3 倍もサイズアップしてますので、結構画質がねもう感覚でわかるぐらいめっちゃ綺麗になりました。特にですねカメラのセンサーそのものがね、面積が大きければ大きいほど光を取り込む量が大きくなるので、夜間のねこう撮影もすごくね綺麗になったりするんですよね。詳しくは後ほど見ますが、夜のシーンでのノイズの少なさはもちろん、あとはシンプルに日中のね画質もめっちゃ綺麗になりました。結構これはね画質の改善がね、感じられるような、そんなねセンサーの大きさになっています。で今回のこの Go ウルトラでピュアビデオモードがねようやく追加されました。はい、やっと来ましたよ。これはですね、インスタ360の360度カメラの X5 だったりとか、アクションカメラの Ace Pro 2なんかにもね入ってる、夜の撮影をねより綺麗にできるような、モードになっています。これが Go ウルトラにも入りました。この Go3S は入っていなかったんですね。これによってピュアビデオモードが使えるようになって、こう強力なノイズリダクションがかかってるのかな。多分ソフトウェアの処理が入ってると思うんですけど、これで夜のね撮影が本当に向上しました。でちなみに今回の Go ウルトラっていうのは AI チップが1個になるんですね。で、こっちの Ace Pro 2がデュアルチップの AI チップで、このね X5 は、なんとトリプル3つ入ってます。だから結構この暗所の順はねこの順番で綺麗になっていくような感じがあるんですけど、ようやくね Go ウルトラにも入ったという感じですね。で、すごくねピュアビデオモードめちゃめちゃね綺麗に撮れるんですけど、やっぱりちょっとねソフト
のこのノイズ処理感はね、ちょっと否めないかなというのはあるんですが、でもね、普通のノーマルでね、撮ったら結構ガビガビになっちゃうんで、もうこれはね、大きな進化の位置かなと思っています。で、4K60 フレームですよ。これは 4K の動画撮影時にスローモーションをね、使うことができるようになりました。Go3S は 4K30fps までだったんですね。なので、スローモーションにできなかったと。この FPS っていうのは1秒間に何枚の画像、写真でこう動画を組み合わせるかっていうようなもので、4K60 っていうのは1秒間に60枚あるんですね。なので、これを1秒1秒の30、30にすると、50% スローができるということになるんですよ。これが初めてやっとできるようになりました。で、なおかつ 2.7K であれば 120fps と、で、フル HD であれば 240fps にも対応しましたので、結構スローモーション表現がね、かなり柔軟にね、対応したかなといったところです。ただですね、2.7K とフルハイビジョンであれば、ちょっとね、画質若干劣化してる感じは否めないので、スロー表現したいなら 4K60 で撮るっていうのが、いいんじゃないかなというふうに感じています。で、あとですね、これね、ここにね、ちょっとセンサーがあるんですけど、これ環境光センサーがね、搭載されています。これによってね、オートホワイトバランスがね、めちゃめちゃ良くなったんですよ。これが僕的に一番結構感動ポイントだったんですけど、色が綺麗。色っていうか、ホワイトバランスをしっかりと撮ってくれるんですね。今回ね、長野県の方いろいろと撮りに行ったりとかしてたんですけど、夏の景色って彩度が高いんですよ。緑とか、青空とかさ、地面の色とかもね、太陽光が強いから結構色がくっきり出ると思うんですけど、それで結構傾くことなく、本当に綺麗にね、こうホワイトバランスを撮れてくれてるような印象があるんですよね。後ほどのね、検証パートで、ここに関してはね、Go3S ともね、比較をしてみようと思っています。で、あとですね、画面のね、インチ数がかなり大きくなりました。こっち 2.5 インチのね、タッチスクリーンになりますので、Go3S は 2.2 だったので、結構ね、サイズ感アップしてるんですよね。なのでね、すごく確認もしやすいし、モニターはフリップね、できるような形になっていますので、本当に自撮りもね、簡単にできちゃうような形になっています。で、このままね、ポットから取り出して撮影をね、もちろんすることもできるし、これ自体を傾ければね、縦動画の撮影もできたりしますので、本当にね、使用感はね、すごくいいところですね。で、防水性能は IPX8 のね、防水等級になりますので、このカメラだけで水深10メートルまで対応しています。カメラ本体自体は防水なんですが、このポット自体は、防塵防滴ぐらいになりますので、IPX4 かなになるので、これごとジャブとはいかないようにしてください。ただちょっと水中で気になったとこは、マイク自体がこれにもね、搭載されていますので、これかな、多分ここがマイク部分なんですけど、水中に入れた後にはね、マイクにね、ちょっと水が溜まってるのか詰まってるのかで、水中から出した時とかは、ちょっとこう綺麗にね、撮れてなかったりはするので、この辺はね、若干注意点かなと思っています。で、あとですね、4K でクラリティズーム、2倍のズームがね、することができるようになりました。これはですね、ここをワンタップ押してあげると、2倍のね、ズームをできるようになりましたので、これは結構ありがたいですよね。ただね、解像度は 4K 保ってはいるんだけれども、やっぱ画質は結構ね、劣化を感じはしますので、どうしてもっていう時にやるのがいいのかなと感じはします。で、視野角もさらに広くなって156度のね、視野角になりましたので、一人称視点とかですね、こういった POV のね、ここに取り付けての撮影とか、そういった時にすごくダイナミックに、ね、なりましたし、あとはフローステート手ブレ補正であったりとか、360度の水平維持とかもね、そういったものを使うことができるようになってますので、安定したね、映像をね、記録することができるようになっています。で、あとちなみに一応ね、写真性能も向上していまして、50メガピクセル、5000万画素のね、写真を撮ることが一応ね、できるようにはなっています。センサー自体がね、小さいので、一般的なミラーレスカメラとかとはね、また全然違うような写真にはなるんですけど、でも写真の記録もしっかり綺麗にね、することはできますので、写真もね、サブで残しておきたいよとか、そういったね、用途にはすごく使えるかなと思います。で、さらにですね、独自のね、カラーのフィルターをですね、7種類使うことができるようになっています。これでね、結構いろんな、想定でね、撮影することができますし、新しく追加されたのはこのグローですね。このグローと自撮りってやつですね。これですね。これが新しく追加されまして、グローはね、結構ふわっと飽和する感じではあるんですが、若干解像度はね、落ちてしまうかなというふうになるので、ちょっと注意かな。僕が気に入ってるのは、この映画っていうやつと、あとね、このね、ナイトっていうモード、これがね、僕たちの普段のこのちょっと青い感じとめっちゃ似てると思いません？はい、これ今こっち側は特にね、補正何もかけてないです。カラー変えてないんですけど、僕たちいつもこのトーンでやってるんですよ。このさ、ちょっと青が乗っかってくるこのブルーカラーのね、特徴的って書いてあるんですけど、これめっちゃ近いんですよね。これ秋山美カラーやなと思ってちなみにスタンダードカラーだとこんな感じです。これでも全然綺麗ではあるんですけど、ナイトカラーめっちゃいいですよね。こういった感じで意外とね、このカラーのね、モードが割とたくさんあるので、こういったところの使い方がね、すごく楽しいカメラでもあるかなと思いました。で、あとはですね、シンプルにバッテリー系が
がねめちゃ進化してる。まず長時間記録っていうのがすごくねできるようになってます。カメラ単体の連続撮影可能時間ですね。これがね大幅にアップグレードしていまして、この Go3S だったら単体で38分ぐらいと、公式スペックがあります。でこっちの Go ウルトラなんと70分です。約2倍ぐらいできるようになっていますし、このアクションポット併用した状態であれば、こっちの 3S の方は併用で140分だったのに対してこっちは200分だからほぼ3時間ずっと撮れるみたいな感じですね。あとですね、急速充電もかなり速くなってます。これ普通にね USB-C ポートが2つとも両方あるんですけど、ここにね、ぶっ刺して急速充電するとですね、0% から 80% までがですね、Go3S の場合だったらこっちの単体がね23分で併用がね47分かかるのに対して、 Go ウルトラは単体がなんと12分だけで、この併用させた時はなんとね18分でね 80% まで溜まるっていうことなんで、充電めっちゃすぐ溜まります。これはねいいですよね。であとはね、引き続き今回も Apple の探すに対応していますので、探す機能ですね。なのでポットから外してこういろんなとこつけてねなくしてしまうっていうこともなくですね、安心して撮影をすることができるようになっています。はい、という感じでスペックだけで見てもねかなり大幅な進化をしていると思うんですけど、続いてはですねデザインとか、中身のね機能についても見ていきたいなと思います。正直大きさ以外はそんな変わっていません。この正面がこんな感じで、上面の、レックボタンは一緒ですね。で後ろにモニターがあって、サイドこちらに充電とロック機構で、こっちですね、ここに電源と Q ボタンがあるといった形ですね。この Go シリーズはねすごくいいのが、電源切っていた状態からでもこのレックボタンを押せば録画をねすぐ開始する、クイックレクチャー機能みたいなものがあるので、そこもすごくいいですよね。大きく変わったことといえば、このカメラ本体にですねこれで、マイクロ SD が入るようになったんですよね。つまりはですね、内蔵のメモリがなくなりました。この Go3S っていうのはマイクロが入らなくて、ここに 128GB かなあったんですけど、これがなくなって、SD になったことでどれだけでも撮れるようにはなりました。やっぱマイクロ SD なのでちょっと転送速度もね、速くなったっていうのもあるので、僕はすごく嬉しいなとは思うんですけど、プラスで内蔵が例えば30でも 40GB ぐらいでもあればもっともっといいなというふうには感じはしました。ちょっとこれはわがままかな。それではちょっと基本操作についてもね紹介できればなというふうに思っております。そもそもね画面サイズめっちゃね、見やすくなってるんですけど、まずモード切り替えはここですね。動画とか写真とか、こんな感じで、変えることができまして、で解像度ですね、ここで解像度 4K なのかフル HD なのかフレームレートを何ぼにするのかとか、あとはね HDR 撮影であったりとか、手ブレ補正のね、強さとかアスペクト比ですね。これ今回ですね4対3撮れるんですよ。これによってねオープンゲート重力ができるんですよね。これは、センサーの全画面で撮れると、多分そのね4対3ではあると思うんですけど、これによって要は16対9っていうね、この縦をね潰してやるよりも、この4対3で全域で撮ってあげることによって後からトリミングしやすくなったりするんですよね。なので横動画を撮っておきながら縦にね、変換するっていうことも編集でできたりするので、僕はこれめっちゃ嬉しいなと思っています。で左にスライドをすることによって今撮ったね映像とかを確認することができますし、右にスライドすれば、撮影モードですね、マニュアルでやるのかオートでやるのかカラーを、ね、変更するのかを、選ぶことができたりしますね。で上から下にねすれば、ここで一般のね設定をすることができて、結構いろんなね画面の輝度であったりとか音声制御とかジェスチャー操作っていうのがねありますので、これ非常に便利ですね。これも散々紹介してきましたが、こういう風にカメラに向かって手を上げるとこれでレックが始まるんですよね。こんな感じでねすぐに始まってくれるので、ちょっとはるきくん手を挙げてくれる？これで遠いけど消えましたみたいな感じで、手が離れてても、操作をすることができたりするといった形ですね。で音声制御もすることができるので、写真撮影、録画開始、録画の停止、マークする、電源オフというと、今もできていたんですけど、このコマンドを使うことによって写真撮影、こんな感じで撮ることもできるし、あとはね電源オフ、こんな感じで電源を切ることができるので、もう触らずにも始めることができるので非常に使いやすいですね。であと進化点としてはですね、ここの顔のねポートレート撮影モードみたいなのがあるんですけど、これで露出をねこの多分化2でやるっていうよりかは、この顔で露出を測るみたいな感じがねできたりするので、人物をこう認識して優先させて顔の明るさとか露出をね整えてくれるようなものになっております。僕的にね屋外とかの太陽の直射の環境とかではそこまでね差は感じはしませんでした。
正直なところ。ただ夜のシーンでは結構ね差があったので、顔にね影がかかるようなシーンとか、暗めのシーンとかで活用するとねいいのかなというふうに思います。とはいえ暗いねもう夜になっちゃったようなシーンとかはピュアビデオモードにした方がねいいなっていうふうに思ったりはするので、こう逆光の時とかちょっとねこう陰ってしまってるなみたいな時に使うといいのかなというふうに思います。であとね多分これを使うことによるものだと思うんですけど、暗い時にこのポートレートのねモードを使うとですね、ウォーブリングピントがねちょっとめっちゃ迷っちゃうみたいなことが結構あったんですよね。なのでちょっとこのモードはそんなにめっちゃ多用せずに、こうどうしても暗いなっていう時に解決方法としてやるぐらいがいいのかなと個人的には感じております。であとはですねこう縦に向けてあげると縦のね UI になりましたので、設定画面から何まで縦でね見ることができるので、もう完全にね縦撮影をすることがねできるようになりましたので、ここはねめちゃめちゃ嬉しいポイントですよね。であとはスマホアプリからね制御をすることも可能になったので、アプリをね接続することでスマホのロック画面から録画の開始とか停止とかそういったこともできるようになりました。さらに AI によるね自動編集機能もあったりはするので、気になる方はねこの辺も使ってみてもいいかもしれませんっていう感じで、結構ねしっかり進化していますよね。僕の中でも本当にね、めちゃめちゃ使いやすくなったし、撮影体験もねすごく向上したかなと思っています。今回ね結構いろんなね撮影をしてきましたので、もう少しね作例をねご覧いただければなと思います。はい、こんな感じでいろんなね撮影ができるようになるんですが、ここからはですねこのね Go シリーズならではのね撮影アイデアをね簡単に紹介できればなと思います。まずはねやっぱりハンドフリーの POV 視点ですよ。これはですねこの Go シリーズはねこういったネックレス型のね、マウントがあるんですよね。これをしてここにねつけてあげることによってこれをねパチャッと取り付けることができます。もういつでもサクッとつけることもできるし、こういったこうクリップ形状のねものにかましてこれをつけて、でこの角度をね変えてあげたりとかできるので、もうこんな感じで例えば帽子のキャップとかにもねつけたりすることもできるんですけど、カメラをね気にせずにね撮りたい時とか、あとはこう何かに乗ってる時とかね一人称してのね撮影が本当にやりやすいし、こう撮りながらこっちで確認できると、遠隔で確認できるっていうのも非常にね魅力的ですよね。であとはそもそもここがねマグネット式になっていますので、結構いろんなねもう金属的なところについたりするんですよ。例えばね今この俯瞰撮影を撮ってるカメラのねこのポールにもこんな感じですぐにね取り付けることができたりしますので、なんかもうあらゆるところにピッてつけて、でそこから撮るみたいな、天井とかもいけるし、冷蔵庫の中とかもういろんなところにとりあえずつけることがねできたりしますので、ここも非常にいいところですよね。であとはワンちゃんとかですよ。ワンちゃんとかにね、僕取り付けてやってみたんですけど、ちょっとこれは失敗してなんかめっちゃグワングワンになっちゃうんで、ね、ちょっとね専用のなんかハーネスみたいなものがなんかあった方がいいかなと思うんですけど、なんかこう動物とか子供とかねそういったところにも取り付けることがねできるかなというふうには思います。あとはもう自分の好きなね愛車にも取り付けてみるとか、自転車に取り付けたりとか、あとは料理中のフライパン包丁とかにつけて、その視点でね、物事を見てみるみたいなねそういったことができたりしますので、やっぱこうちょっと特殊な撮影にはねすごく向いてるようなカメラだなと思っております。であとはねドローンとかにも搭載してみるといいですよね。この Go3S の時にね、ちょっと実際にやってみたんですけど、こうドローンに取り付けてもう空撮ごとそれでやっちゃうみたいなこともねできたりするので、これはねちょっと僕はプロのねオペレーターの人にやってもらったんですけど、ちょっとこの辺はね、許可取りとかがすごく難しくなってくるんですけど、何らかのねものとかに取り付けたり、スケボーに取り付けたりだとかさ、僕ブレイクダンスやってたんですけど、ダンス中にここにつけてヘッドスピンとかしたらめっちゃおもろいと思うし、なんかそういったねこう特殊系の撮影に本当にね楽しめるんじゃないかなと思います。はい、という感じでねだいぶといろいろとね分かってきたかと思うんですが、この Go3S とこの Go Ultra のちょっと実際にねパフォーマンスをちょっと検証だけいろいろとしていきたいなというふうに思います。それではまずは画質から比べていきましょう。センサーサイズが2倍になったウルトラと Go3S ですが、正直そこまで大きな画質に差は感じられません。ただ木の影をよく見てみるとダイナミックレンジは少し広くなったような印象です。また色作りにも若干差があるので、これはおそらく環境光センサーの影響だと思われます。続いては暗所環境での比較です。まずはどちらも通常モードで比較をしてみました。Go Ultra はピュアビデオモードでなくてもセンサーが大きくなった分十分に明るく撮影ができています。
そしてこちらがピュアビデオモードの Go ウルトラと通常モードの Go3S です。この差がとても明確で、圧倒的に Go ウルトラの方が明るく、ノイズの少ない撮影ができていることがわかります。ただし Go ウルトラの補正感は強めな印象なので、用途によってうまく使い分けるのが良さそうです。3つ目は長時間撮影の検証です。どちらも 4K30 フレームで統一し、給電しながら33度の日陰で検証を行っています。先に停止したのは Go3S の方で、2時間21秒に温度上昇により停止しました。そしてその約10分後に Go ウルトラも同じく温度上昇により停止をしました。最後はバッテリーの検証です。どちらも 100% の状態から 4K30 フレームでポットと併用した状態で検証を行っています。先に停止したのが Go3S で、2時間3分18秒でバッテリー残量の不足により停止。続いて Go ウルトラが2時間14分41秒で、こちらもバッテリー残量の不足により停止する形となりました。はい、いかがだったでしょうか。パフォーマンスはこんな感じになってて、そんなね、この Go ウルトラの価格についてなんですけど、ちょっとね、今この現時点ではね、詳しい価格をね、まだ教えてもらっていないので、この価格になります。はい。で、一応ね、公式のね、価格に関しては概要欄からもね、チェックしてもらいたいと思うんですけど、Go3S が、通常版が61,800円だったことに対しての Go ウルトラがこの価格になりますので、ちょっと高いんじゃないかなというような予想をしていますが、いかがですかね。この価格となっています。で、冒頭にもお伝えしましたが、これ Go3S の後継機というよりかは、このね、Go ウルトラっていうのは新たな上位モデルという認識の方がいいかなと思ってて、用途によって全然ね、3S の方がいい場合っていうのもあると思うんですね。なので、ちょっと選び方についてなんですが、まず Go ウルトラの方がね、適しているのは、高画質を求める、そして長時間撮影を優先したい方は、絶対 Go ウルトラの方がいいと思います。というのも、連続的なね、撮影も、2時間ぐらい撮ることもできたりしますし、やっぱり画質がね、本当にめっちゃ綺麗、夜も綺麗っていうのが、すごく良さですよね。で、逆に Go3S の方がいいのは、やっぱできるだけ軽量とか価格を抑えたいっていうような方は、3S の方がね、絶対にいいかなというふうに思います。この軽量さっていうのが意外とすごく大事で、このね、38g っていうのと、この Go ウルトラの 50g っていうのは、僕たち大人の人間がね、これを持つ分には全然負担はね、そんな変わらないんですけど、やっぱワンちゃんとか子供にこう取り付けるとか、なんかどっかの部分にね、マウントするとかあれば、やっぱ負担はね、多少は増すと思うんですよね。なので、そういった方には Go3S の方がね、いいんじゃないかなというふうに思ったりはしております。はい、っていう感じでね、こんなところが Go ウルトラのね、紹介になっておりますね。最後に、注意点とか惜しいところについてもね、お伝えして終わろうかなと思うんですが、まず1個はやっぱ内蔵ストレージですね。これはちょっと便利だっただけに、若干ね、残念なところではありますよね。SD 対応でめっちゃ取れる幅は増えたのはいいんだけど、やっぱね、ちょっとこう忘れてしまうことが僕何回かあったので、結構そこはね、人によってはちょっとこれ、良くも悪くもっていう感じかなと思います。とはいえ、この Go ウルトラ自体がめっちゃね、画質綺麗になったんですけど、その分ファイルサイズかなりね、増えてます。僕たちね、2日間ぐらい結構いろいろ撮ってて、184GB ぐらい消費してました。結構ですよね。これやっぱ確かにこの内蔵メモリーだってできないので、やっぱ高画質化した分容量も増えてしまってるので、これは賢明な判断だったとは思うんですけど、ちょっとここの違いはね、大きく変わるので、これだけでもね、選び方に変わりが出てきますよね。で、あとはね、ランプの点灯がちょっと分かりにくいというところなんですよ。これですね、通常の点灯が青なんですけど、録画をするとね、赤ランプになりますよね。ただこれポットで充電中の時にオレンジランプがついてるんですよ。で、ランプの点灯自体も録画中と充電中一緒なんですよね。なのでわずかなオレンジと赤の違いでしかなくて、なんかずっとね、あれ今撮ってるみたいな感じになっちゃうんですよね。ちょっとこの辺がね、分かりづらかったんで、だから充電はなんか緑にするとか、なんかもうちょいね、違う色にしてほしいなというふうには感じはしました。で、もう一個ちょっと要注意ポイントが一つあって、アクセサリーのね、互換性がなくなっちゃいました。ちょっとこれインスタ3603ね、あるあるで、ちょっとこれはね、既存ユーザー泣いちゃいそうなんですけど、この Go3S と Go ウルトラのここのね、マグネットの機構変わってます。はい。なので、同じアクセサリーをつけることもできないし、しかもこの Ace Pro 2ともまた互換性がね、違うんですよね。これもまた残念。ここら辺の統一感が全然ないのと、もともとね、ここの Go と Ace Pro でも違うかったっていうのが残念なのに、さらに別になっちゃったんですよね。そろそろ統一してほしいなとは思うんですけれども、ちょっとここら辺がね、もったいないかな。とはいえですね、このスティックはめちゃめちゃ良かったんですよね。これ取り付けるじゃないですか。こんな感じでつけて、で、こう伸びるんですよ。はい。で、角度調整も柔軟にめっちゃできるっていうのもいいし、
でさらにねすごくいいのがですね、これねフロー2プロのねやつ生かしたこの三脚出てくるんですよ。だからもうこれでいけるし、でさらにここにストラップがついてますから、これで落下してしまうようなことはねまあまあないと思うので、このスティックはねすごくいいなという風に感じはしますね。であとね、もうこの時点で ND もね純正のものございます。 ND81632 の3段階がありますので、これここをね取り外してこれを交換することができますので、これもねすぐに同時発売ということだと思うので、ここはねすごくいいところですよね。で最後にあと1個だけなんですけど、録画開始から 0.5 秒ぐらいですね音声データが取れてないんですよね。ちょっとなんかその辺のラグみたいなものがちょっとあったりするので、この辺がねちょっと使ってて気にはなりましたかね。はいという感じでいかがだったでしょうか。今回ねこの Go ウルトラをね、登場ということでレビューさせていただきました。今回も同じようにね、ホワイトモデルもありますし、カラーのねステッカーでね、いろいろ組み合わせて着せ替えたりすることもできたりしますので、よりですね、ポップに、おしゃれに楽しく、お使いいただけるねカメラに仕上がったんじゃないかなというふうに思います。インスタ360製品はね、Go3S も含めていろいろとね、過去に出していますので、よかったらですね過去の他のねレビュー動画も見ていただければ嬉しいなというふうに思っております。ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひね概要欄からチェックしてもらえたらと思います。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。